ロキ人獣型 vs 深淵のイム様。死闘。ギアゴニカが救援。ジョイボーイの素顔がついに判明。皆さんこんにちは。私はシレンナです。ワンピース第1182話の全貌が判明しました。タイトルは天罰です。扉へリクエスト。ルフィ、チョッパー、そして王冠をかぶった巨大な黒ヒョウがジャングルで焚き火を囲み焼肉をシェアしている。物語は前回の続きから始まります。ニーズホック形態に化けたロキは雷界のブレスの壊るべき余波をまとい世界樹に埋め込まれたイムへと迫る。これが世界を滑る者の全力か。まるでくすぐられているみたいだぜ。その言葉を発した直後、ロキは巨大な竜の肉体を維持しきれなくなったかのように強制的に人型へと戻ってしまった。彼は重々しく片膝をつき勢いよく大量の血を吐き出す。胸を貫かれた重傷に加え竜の形態を維持するための著しい体力の消耗が彼の身体をすでに限界へと追い詰めていたのだ。しかしロキの瞳は依然として強熱を帯びていた。彼の身体は激しく膨張し始め皮膚の表面を再び黒い竜の鱗が覆っていく。最後の死闘に挑むべく彼はついに現従種モデルニーズホックの人獣型へと突入した。ロキがラグニルを振り回すと土に雷と表層が交錯し全く新しい広範囲攻撃を繰り出す。氷層雷界具の骨頂街道という虫けらの竜形態での攻撃の方がまだ見応えがあったぞ。イムは片手を上げマキと呼ばれる能力を使用する。深淵のような黒いエネルギー波が瞬時に広がりロキの氷と雷の攻撃を完全に飲み込む。続いてイムの不気味な黒い影の肉体がさらなる異変を起こす。暗闇が実体を持ったようにうごめきその背中から太く鋭い黒い触手が数本伸びてきて純粋な破壊の気配を放つ。支配を拒む者の末路は消去されるのみ。ロックスのようにな、そしてジョイボーイのようにな。場面は麦わらの一味サイドへと切り替わる。サンジが突然昏睡状態から目を覚まし全身に冷や汗をかきながら荒い息をつく。今のは一体なんだ。この感覚、俺がこれまでの人生で遭遇した度の覇気とも全く違う。まるで昔魔の三角地帯で夜明けが来る前に感じたあの最も絶望的な暗闇のようだ。だがこの気配はあれよりも1万倍は恐ろしい。ゾロは屋内で横たわり意識を失っている。チョッパーはゾロの顔にイムのマキが直撃して残った恐ろしい重傷を懸命に医術で処置している。リリスは戦場の中心を見つめその瞳には極度の恐怖が満ちていた。この気配、空白の100年の記録に記されていた。太陽を飲み込んだあの巨大な敵。場面はメインの戦場に戻る。イムはドミリバーシを発動する。エルバフの周囲にある巨大な樹木がねじれ始めトゲだらけの黒い触手へと変化し狂ったようにロキに絡みつく。ロキは千槌で次々と触手を砕くが先ほど負った重傷のせいで動きが鈍り始め最終的に数本の触手にきつく拘束されてしまう。イムは天罰剣を高く掲げロキを処刑しようとする。お前の血脈もここまでだ、エルバフの王よ。その危機一髪の瞬間、空から大笑いが響き渡る。しししし。覇王色の覇気と炎をまとった巨大な拳が空から降ってきてイムに強烈な一撃を叩き込みこの支配者を数歩後退させる。ルフィはすでにギア5の巨大化形態を発動しており戦場の中央にしっかりと着地する。おいでかいの、なんか厄介なことになってるみたいだな。麦わら、余計な真似をするな。こいつは俺の獲物だ。イムは体勢を立て直しルフィを見つめる。影に隠れたその顔に初めて明らかな怒りの感情が現れる。ニカ、この鬱陶しい害虫め。この時イムの脳裏に800年前の記憶がひらめく。800年前イムとジョイボーイは酒を酌み交わした。巨の玉座の陰で。回想シーンの中でジョイボーイは素顔を見せニカに似た姿で大笑いしている。イムは王冠をかぶった漆黒のシルエットである。2人は酒杯ととっくりを掲げて乾杯している。未来へ、そして俺たちが約束した夜明けへ。いつか必ず訪れる夜明けへ。画面はジョイボーイの大笑いする顔のアップになる。俺たちは戦い続ける、ははは。画面はイムの顔のアップになり影の中からぐるぐる模様の目が見える。その日が来るまで。画面は2人が海の上に昇る朝日を前にして同時に酒杯を掲げる場面に変わる。俺たちの意志を継ぐ者がこの世界に自由をもたらすだろう。
決して忘れてはならない物語。回想が終わり、画面は現実に戻る。イムは目の前のルフィを見て言う。お前が今見せている力など、あの男の力のほんの氷山の一角に過ぎない。壮大な見開きページが登場。イムの体は無限に膨張し始め、その体格は巨大化したルフィの何倍にも大きくなる。空は完全に暗闇に覆われる。イムは万物の上に君臨する魔人のように、ルフィと重傷を負ったロキを見下ろす。ニカ・ニーズホッグ、創造主たる私に反抗するつもりなら、ムーがこの世界の真の絶望を味わわせてやろう。ルフィは笑みを消し、かつてないほど真剣な表情に変わる。72柱の魔人を刺激し、天国から落ちたルシファー。イムのキャラクター設定は果たして悪魔なのか、それとも天使なのか。この伝説の世界の王は、おそらく悪魔の実の起源でもなく、宇宙から来た月の人でもなく、かつてただの普通の人間の王に過ぎなかったのかもしれない。さらに言えば、彼はかつて世界を救おうとした伝統的な善人でありながら、最終的に引き返すことのできない破滅の道を歩むことになったと言えるかもしれない。この全てを招いたもう2人の重要な人物が、ジョイボーイとデイビー・ジョーンズである。前者は太陽の意志を受け継ぎ、世界に自由をもたらそうとした最初の海賊であり、後者は野心に満ちたデイビー一族のリーダーで、世界の王になることを企てていた。空白の100年の間、表面上は2人の主人公と世界を変えるための2つの全く異なる思想が存在していた。しかし実際には第3の勢力が存在していたのだ。イムはジョイボーイとデイビー・ジョーンズの陰で狡猾な台頭への道を見出していた。彼は悪魔の力を借り、最終的に世界を滅ぼす巨大な戦争を引き起こしたのである。結果から見れば、イムは当時の最終的な勝者であったが、そのために多大な代償を払った。過去の長きにわたる歳月の中、彼はマリージョアから離れることができず、パンゲア城内の生命力に満ちた花の間に隠遁するしかなかった。蝶は羽化を経験しなければ生まれ変わることはできない。イムがこの地に囚われていることは、まさに繭の中に閉じ込められたさなぎに対応している。この巨大な城こそがイムの繭であり、彼は自身が羽化して蝶になる時を待っているのである。花の間が常に生命力にあふれているのは、そのエリアが何らかの古代の科学技術によって強大な生命力を得ているからである。それはまるでエネルギーの源のように、イムの体を絶えず修復し、彼を全盛期の力まで回復させようとしている。そしてこの待ち時間は1000年に近く及んでいる。空白の100年に勃発した巨大な戦争において、舞台上の主人公たちは無念の敗北を喫したが、彼らは最後の瞬間にそれぞれの手法で未来へ力を伝え、次の時代を支援しようとした。世界の真実を記した歴史の本文、和の国の地下に隠された古代兵器プルトン、凍結された大土戦団、未来へ送られた巨大ロボットエメと、時空を超えて答えを探す光月時、伝説の悪魔の実を守り続けるラグニル、そして太陽を象徴するあの麦わら帽子。いずれもそうである。800年前、人々は強大な信念に駆り立てられ、勝利への希望をつなぎ、巨大な戦争が再び始まるその日まで持ちこたえようとした。D の一族は夜明けの旗を高く掲げ、再びイムに挑戦を挑むだろう。そして世間の目に魔王として映る彼もまた、冷酷無情な支配の裏に1000年を超える遺恨を隠し持っているのだ。ワンピースの結末は、イムが正式に登場した瞬間からすでに 30% が明かされている。空白の100年に関するいくつかの究極の秘密は、悪魔と呼ばれ、契約の力を持つこの悪魔の実によって次第に明らかになってきている。ここで振り返ってみよう。なぜ五老星が変身した際、怪物としての名称だけが記され、具体的な悪魔の実の系統が説明されなかったのか。この省略は意図的なものである。五老星の怪物の能力は自然に得たものではなく、イムから直接与えられた悪魔の姿である可能性が極めて高く、最高レベルの心神会系医薬によってのみ共有できる力なのである。言い換えれば、ガーリング星も現在、怪物に変身する能力を備えていることになる。イムが所有するこの悪魔の実の革新的なメカニズムは、契約と悪魔にある。特定の代償を支払うことで悪魔と取引を行い、様々な超常的な能力を得る。これこそが契約の本質である。それは契約を結ぶ双方を縛るだけでなく、能力者であるイム自身にも同様に影響を及ぼす。イムがドミリバーシを発動する際、その代償は相手の寿命を奪うことである。
一方、イムと神の騎士団の間で結ばれた深海契約の代償はイム自身の何らかの要素である。私はかつてイムに関する分霊箱説を提唱したことがある。イムが五老星や神の騎士団と魂を結びつけることで不死身の肉体とさまざまな強力な能力を共有しているという考えだ。イムを本当に打ち倒すにはまず彼の全ての右翼を打ち砕かなければならず、これも契約の一部である可能性が非常に高い。これまでのストーリーの中にも極めて強力なメカニズムを備え契約を定義できる悪魔の実が登場したことがある。シュガーのホビホビの実である。ドフラミンゴとイムには多くの共通点が存在し、ある意味でドフラミンゴは常にイムの支配システムを模倣してきた。今回はこれについての詳述は避け、ホビホビの実に焦点を絞る。この実は触れた生物をおもちゃに変え、そのおもちゃと契約を結び、相手を能力者の命令に完全に服従させることができる。このメカニズムは本質的にすでにイムの契約システムに非常に近い。違いはホビホビの実がまず人間をおもちゃに変える必要があるのに対し、イムの悪魔の実は全ての生命の体内に潜む悪魔の根源を直接利用できるらしい点である。イムはかつて悪魔こそ生命のあるべき姿と断言した。生命体は常識や理性に縛られているため、それを表に出していないだけなのだ。巨人族が悪魔化された際、その意識は悪意に支配され、本心に反する言葉を発するようになる。さらに彼らが浄化されるとき、この悪意は黒い影として具現化し、まるで人間の暗黒面のようであった。故に、イムが支配する悪魔とは、より人間の本質に近い魔性なのである。この能力は、生物の黒化と悪意の集合体と呼ぶにふさわしく、最強の魔王の力を表している。イムが降臨する際、その力は周囲の環境に広範囲な影響を及ぼし、一部の物体を悪魔化させる。これは極めて典型的な能力覚醒の特徴である。まるでギア5状態のルフィが周囲の環境をゴム化させたり、カタクリが地面を餅に変えたりするのと同じだ。悪魔の実の覚醒はしばしばその能力の最も象徴的な特徴を増幅させるが、イムの特徴こそが悪魔化なのである。ベガパンクがかつて指摘したように、悪魔の実の起源は自然の進化ではなく、人間の欲望や進化への期待から生じたものである。イムが持つこの悪魔の実は人間の貪欲な悪と狂気の魔の集合体に等しい。悪魔と契約を結びさえすれば悪魔の力を手に入れ、世の人々の上に君臨することができる。しかし、そのために支払う代償とは一体何なのだろうか？以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。